はい、皆さんこんにちは。本日やってきたのは岐阜県郡上八幡にある郡上八幡城。戦後修復された城としては最古の木造建築のお城。それでは早速巡っていきましょう。この八幡城はそんなに大きなお城ではないのですが、見栄えする撮影ポイントがたくさんあってめっちゃ良かった。これ紅葉の時期だとなお良いのでしょうな。この階段上がってすぐのポイントもすごいいいでしょ。城好きにとっては写真撮影がはかどるし、分かりやすい撮影ポイントだから家族写真とかにもいいですよね。さて、少し進むと入場ゲートとお土産屋さん。それよりもまずこの前にある景色がすごい良かった。郡上八幡の城下町が目いっぱいに広がってるんですよ。奥には東海北陸道と長良川。いやー、なんかここ見てるだけでもう満足しそうさあ、いざ入場。この郡上八幡城は模擬天守ということで、事実に忠実というよりは観光面が強く出ているみたいですね。とはいえ見てください、この立派な天守。天気の良さも相まって堂々とした素晴らしさ。こうやって見るとお城ってかっこいいですね。お隣には顔出しパネルというか、このモノクロの武将がなんかツボに入る。反対で見るならかっこいいんだろうけど、隣との謎のギャップがなんとも。城の前には奥の院や人柱の解説などもあり、知識欲を満たされるものです。昔の方々の思いや努力があってこそ今があるというのは感慨深いものですよね。さあ、いよいよ郡上八幡城に入っていきましょう。郡上八幡城は模擬天守ということもあって、中は資料館のような作りになっているんですよ。見てください、なんかそんな感じするでしょ。当時の合戦の話など郡上八幡城の歴史から始まって、中にはこうやって刀の鐔の現物なんかもあって、歴史好きにはたまらないのではないでしょうか。こちらには甲冑。不思議ですよね。国によって甲冑も武器も見た目が全然違う。でも日本の甲冑はほんと特色が強くていいですよね。刀を見たりするのは男心をくすぐるというか、なんというか。ちょっと前には歴女というのもトレンドになったでしょ。このお城はそんな方々も含め男女問わず楽しめると思います。てかね、この郡上八幡城は城の中が見て回りやすい。マジでおすすめです。さて、ここからは2階。お城というと急な階段なんかがよくあるかと思いますが、郡上八幡城はノンストレス。模擬天守としての良さが出てますよね。あとこの城は木造建築なので歩くとめちゃくちゃいい音するんですよ。ほら、ギシギシって。階段上がった先は城門と街が見える絶景ポイント。まさに城からの眺めって感じがして最高でしょ。
こちらからは飛騨高山方面と吉田川。いやー、こっちもめちゃくちゃ眺めいいですよね。右側に見えるのはスポーツドームか何かかな。てかこれ見てください。立体の資料とかお城で初めて見たかも。一気のやつですよね。各界でもこうやって資料を見ることができるのはこのお城のポイントでしょう。ちなみに普通に休日に来たのですが、意味がわからないぐらい空いていたので、景色を独り占めして堪能することができました。ほんとめっちゃ綺麗に街並みが見えますね。4層5階の郡上八幡城はお城自体の美しさや景色、そして回りやすさも相まって本当おすすめの場所です。めっちゃ良かった。最後は歴代の旗印。いやー、もうちょっと歴史を知っていればさらに楽しめたかも。とはいえ最高に良かった。なんせ本当に美しい城なので、四季を狙ってきてみるのも最高かもしれませんね。さあ、お城散策の後はお待ちかねの城下町。まずはスイーツ行ってみましょう。山を降りてすぐの駐車場前にあるのが雑貨も扱っている花かごさん。ここでは冷やしわらび餅を注文しました。単純に冷やしただけかなと思ってたんですが、どちらかというとアイスに近い感じ。とはいえシャリシャリっとしてるわけじゃなく、弾力が強いわらび餅っていう感じが正しい食感ですかね。もちっとした食感に加え、この黒蜜がまたいい。手頃に食べ歩きできるのでマジでおすすめですね。さて、お次はティファニーカラーが人目を引く郡上憩いカフェ友也さん。ドリンクメニューを中心にたくさんのメニューがあったので悩んだのですが、この店のおすすめはたい焼きソフト。あんこかカスタードか選べるのですが、私は小倉あんで、ソフトはバニラのスタンダード。てかね、見てもらえばわかるのですが、その姿が斬新。思わずティファニーカラーの扉を背景に写真を撮ったのですが、なんせ口いっぱいにソフトを詰め込まれたたい焼きが苦しそう。店内でも食べられるのですが、このたい焼きソフト、ふわっとした見た目とは裏腹にたい焼きがめちゃくちゃうまい。皮がサクッと固めで香ばしい。郡上八幡でカフェ巡りするならこの店はマストかもしれないですね。ごちそうさまでした。さて、お腹も満たされた後は古い街並みを巡っていきましょう。この郡上八幡はなんせ川が綺麗。見てください。ちょうど鮎が解禁された時期だったからか、魚釣りしてる人がいるでしょう。鮎がいるということは川がとても綺麗だということ。川底が透き通って見えますよね。この川沿いの民家も味があってめちゃくちゃいいですね。こういう風景好きなんですよね。江戸時代から続く古い街並みがたくさん残っていることと、観光地らしくカフェなんかも多くあるので、観光しながらカフェ巡りはほんと楽しいですね。こちらは郡上八幡楽芸館。なんと明治時代の建物とのこと。レトロ系がめちゃくちゃ好きなので、こういう建物すごい刺さるんですよね。今回は中までは入らなかったのですが、当時のものが展示されている資料館のようになっているみたいですよ。その奥にはひときわ目立つ建物、郡上八幡旧庁舎記念館。昭和初期の建築物だそうで、
昔の役場として使われていたみたい。今は観光案内所となっているので、中では軽食や休憩もできるのと、お土産なんかも売っているので立ち寄って見てみてください。それにしてもこの当時の建物ってなんでこんなにデザインいいんでしょうね。一見の価値あり。郡上八幡の川は本当にいいですよね。清流の町と言われるだけある。ちなみに夏になるとこの橋から川に飛び込む遊びをするとのこと。私にはできませんが、これだけ綺麗な川なら飛び込むのも気持ちよさそうですよね。あ、もちろん観光でやるのはおすすめしませんのでご注意。この八幡の街並みですが、至る所に古い建物や美しい風景が並んでいるので、歩いていてもめっちゃ楽しいんですよね。レトロ好きや歴史好きには特にたまらないかも。一角にはこのように国の重要伝統的建造物群保存地区になっているので、カメラ片手に歩くのもいいですね。こちらは有名な寺の門から眺める街並み。私も漏れなくカメラで1枚。さあ歩いた後はスイーツでしょう。向かった先は川沿いにテラスがあるカフェココチさん。クレープとかパニーニなんかもあったので悩んだのですが、選んだのは塩キャラメルかき氷。かき氷の中心までシロップがかかっており、クリームと相まって超濃厚。この場所はほんと真横に吉田川が流れていて、涼むにも雰囲気を味わうにも最高。天然のクーラーのようでほんと涼しかったですね。さて岐阜といえば豚肉が有名なのですが、今回買ったのは醤油フランク。丸一精肉店さんで買ったのですが、めちゃくちゃ美味しかった。ぎっしり詰まった粗挽きのフランクは味もさることながら食感がいい。これいろいろなところでお土産でも売ってるので、郡上八幡行った際はおすすめですね。てか甘いものばかり食べていたので、旨味と塩分が体に染み渡る。こうやって街を歩いていると、古い街並みとともに至る所に水路があり、歩いているだけでも楽しいんですよね。と見えてきたのが赤い橋と名水百選にもなっている葬儀水。有名どころなのもあって海外からの観光客がたくさんいましたね。ただ私の目的地はその真横にある葬儀庵さん。いや、店構えからして雰囲気あっていいですね。早速入っていきましょう。このお店で狙っていたのは抹茶のパフェ。このデザインすごいいいでしょ。岐阜県産のお茶をふんだんに使ったこのパフェは数量限定。見た目の美しさに圧倒されていたんですが、食べてみて2度目の驚き。この上層の濃厚生クリームを見てください。濃密すぎてスプーンが跳ね返されるのではって思いましたよ。味はもう言うまでもなし。値段は少々高いですが、見合う価値がある最強のスイーツでした。正直見て回るところが多くて、有名どころですら全然伝えられていないのですが、古き良き雰囲気を味わいたいならこの郡上八幡は最高の場所です。夏には郡上踊りも開催されるので、冷たいスイーツと祭りを堪能したい方なら夏に訪問が最高かもしれませんね。最後はちょっとだけおまけを。郡上八幡から車で30分ほどの場所に名もなき池、通称モネの池と呼ばれる場所があります。ここの池は透明度が高く、泳いでいる鯉がきれいに見えるので、もし交通手段があるのであれば旅の候補に入れてみてください。写真好きならなお感動できるでしょう。それでは皆さん、
次の旅でお会いしましょう。